皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は長谷川より発売されたばかりのセリカリフトバッグを制作。早速どんな車なのか深掘っていきます。キットのモデルである初代セリカは1970年12月に登場。社名の由来はスペイン語のセリカからで、天空のという意味合いを持ちます。販売開始時は2ドアクーペの通称ダルマのみでしたが、3年後の1973年にこの3ドアリフトバッグが登場。車高わずか 1.3 メートル。風洞実験で空力を徹底的に追求し、流れるようなシルエットを持っています。エンジンは4種類用意され、1600GT には70年代の傑作エンジンヤマハ製 2TG 型が初めて搭載されるなど、新設計づくめのメカニズムが相互に働き、驚くべき走行安定性と操作性を生み出しました。エンジンだけで言えば 2000GT よりもヤマハ製 2TG 型を積んだ 1600GT の方が軽快な走りを楽しめるなど人気があったそうです。アウトドアライフ志向の高まりに合わせて多用途に使えるスポーティー車として開発され、リフトバッグの名が示すように大きなテールゲートを備え、リアシートバッグを倒すとカーゴスペースにはサーフボードやキャンプ用具など大型レジャー用品の積載も可能でした。セリカリフトバッグはロングノーズショートデッキのフルファストバッククーペのシルエットを持ち、個性的で先進的なスペシャルティーカーのスタイルを完成させたのです。早速仮組みからいきます。キットはもともと長谷川から発売されていたダルマセリカのパーツを流用し、追加でリフトバッグ用のパーツやボディを新規で起こしパッケージングしたもの。以前長谷川のダルマセリカを作っていることもあり、いくつかのパーツは見たことがあるもの。車外ホイールの渡辺8スポークや足回り関連はダルマセリカのものかと思います。ホイールに関して言えば、今回パッケージングされているのは渡辺ですが、パーツ構成の中にノーマルホイールのリムパーツらしきものがあるので、そのうちノーマルホイールバージョンも発売されるのではと思いました。パーツ構成関連でいうとエンブレム、こちらには 2000GT のエンブレムがありましたので、先ほどと同じくいつかはなんてことを想像しつつ組み立てていきます。接着はすべてセメダインハイグレード模型用接着剤で、仮組みを終えた後簡単にばらせるように配慮しています。インテリアではシートの裏パーツも付属。ダッシュボードの5連メーターやルーバーの形状、リアゲート内の内張りまでもが本物そっくりにモールドされているので、完成時には圧倒的な完成度がすでに約束されているようなものでしょう。ウィンドウは3分割式で合いもぴったり。ストレスの素の字も見当たりません。シャシーとボディのはめ合いはきつかったので、シャシー側の四隅をガイドをつけてカット。これで楽に組むことができそうです。顔周りもケツも成功で言うことなし。ホイールは大きくバランスが悪いと感じるので、当時のスタイルにリサイズしていこうと思います。しっかり塗り分けるだけでリアルなセリカリフトバッグにたどり着けそうです。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、ブレードは 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm のブレードは全体的な使用、 0.2mm のブレードはドアやボンネットなどの開閉パーツなどに使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまいシャープさが欠けてしまうので、塗装する前の下準備の段階でしっかり彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれのパートで3から5往復を目安に丁寧に彫り込んでいきます。
ドアやボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバーやウィンドウモールの外側を筋彫りし、塗装に備えます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。次にボディの調整加工です。まずは画像矢印部分の引けを処理です。金型の関係で少しくぼんでいる部分を調整していきます。ルーフは四隅のくぼんだ引けに対しイージーサンディングの瞬間接着剤を盛り付け、アルテコスプレーを吹きかけ固めたらデザインナイフとペーパーヤスリで鳴らしていきます。しっかり1500番までヤスリがけをし、水を垂らしてくぼみや歪みをチェック。サイドドアの箇所も同様に作業していきます。ボディ裏側にあるバリはペーパーヤスリで除去していきます。ドアのキーシリンダーは配給パーツのマイナスモールドに乾燥するので、削り取り 0.8mm のピンバイスで穴を開けておきます。フロントはチンスポを装着予定なので、こちらも取り付けるための穴を開けておきます。説明書指定の加工もやっておきます。おそらくだるまのシャシーをそのまま使用しているため、加工が必要な箇所、マフラーを取り付けるための穴をピンバイスで開け、各部の調整が完了です。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサーフェーサーエボを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを拭いて本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。